世界遺産の方に行ってきたいと思います。多分当時の街並みを残している世界遺産です。めっちゃリキュール、大人の美味しいビーフ。なんかめっちゃ肉入ってるね。でとうとうね、テネリフェ島北部から南部に移動してきて、ほら、皆さんおはようございます。今日は、あいにくの雨です。ということで、世界遺産にもなっている旧市街のラグーナという町へ、お散歩に来ております。遠くない？うんじゃあ言ってみてください。本当の。ほら皆さんおはようございます。今日は本当ね、こう毎日なんだけど雨降ってるからバスでね、旧市街のラグーナ世界遺産散歩に来てます。なぜならね、今日テネリフェ北部最終日っていうことで、晴れたら観光行こうと思ってたんだけど、結局一日も晴れず、もう意を決して今日逃したらもしかしたら一生来るかもない島ね。だからせっかくなんで。これが正解か。ちょっと違かったな。はい、ということで、世界遺産の方に行ってきたいと思います。はい、それでは超えてるかねはい、この辺の街並みがね、世界遺産の街並みだと思うんだけど、こういうヨーロッパ風の建築、コロニアル調のねが続いてて、この辺の街並み作られたのが15世紀の末、美しい街並みが残る歴史の街で、それが世界遺産に登録されてるんだけど、スペインといえばね、大航海時代に世界中に出ていった国の筆頭、日の沈まぬ国とか言われてたぐらいね、世界中に植民地のね領地を持ったわけだけど、ここに作られた街並みっていうのは、今後ね、スペインが南米とかに進出していった時にハバナとかリマっていう中南米の植民都市のモデルになったっていう街らしくて、その点が評価されて世界遺産になってるっていうことです。でね、訪れるのに良い時期、3から5月。これ嘘な疑惑あるね。これ AI が教えてきたんだけど、4月ですけど、4月ど真ん中、毎日雨ですで、あまりに雨だからなんでここなのかと。スペインは多分ここに入植してきて、どこにでも街作れたと思うんだよね。今日これから南部に移動するんだけど、テネリフェの南部は毎日晴れてるみたいなんだよ。どうせなら天気がいいところにさ、街作った方がいいと思うし、港に近いところの方が便利だと思うから、ここ内陸なの。すごい標高500メートルぐらいなんだよ。なんでこんなところにと思ったんだけど、なんかいろいろやっぱり理由あるらしくて、だからね、ここ島だからまず水の確保とかね、あと植物がちゃんと育つかっていう作物とかね、面では雨が必要らしい。だから雨降ってる方がいいっていうのが一つ。ね、そう。今の観光の目線とは全く違って、生きるためには水が必要っていうのが一つと、あと昔はね、この海域一帯はもう海賊がめっちゃ多かったらしくて、海沿いは例えば偉い人とかが住むような場所じゃないから防衛と貿易の拠点とこういう政治とかね、の拠点の場所をずらしてたらしくて、基本的にこういう政治とか偉い人が住むような拠点は内陸に設けてたらしい、っていう2つのちゃんとした理由があった。雨になる。そういうのを知るとね、この雨も見え方が変わってくるんじゃないかっていう。なるほど。どうですか、雨のこっちは。晴れてほしいねやっぱり見え方からね、見え方思いはね、綺麗な街並みがね、多分当時の街並みを残している世界遺産です。カナリア諸島はね、なんといっても7つの島からなる、そんな大きな諸島じゃないんだけど、世界遺産4つっていうね、世界遺産も好きだから世界遺産検定っていうのがあって、1級も取ってたけど、すごい趣味で大昔世界遺産があって山岳が厳しい土地を優先的に旅をしているから、ここはねすごい筆頭として入ってたっていう。ということでちょっと散歩したいと思います。はい、寒すぎるんでカフェに入りました。こんな感じのものすごい繁盛店で、これバラキートっていうテネリフェ島発祥なのかな、コーヒーみたいで、基本的にはねコンデンスミルクとかが入ってるカフェオレっていうかカフェラテっていうかね、コーヒーなんだけど、それにリキュールとかがね入ってる。だからリキュール、シナモン、レモンピールがトッピングされた
大人のデザートコーヒーってことで、見た目やばいよね。めっちゃさ、でもさ、多いんだよね、これ。そう多いお店とかにさ。そうほとんどのカフェで出てるっぽい。でスペシャルっていう方、これスペシャルを頼んだんだけど、スペシャルはこのリキュールとかが入ってる、スパイスが効いてるらしくて、あとはこの牛肉のね煮込みの入ってるサンドイッチとスペインオムレツの全部入り。全部入りっていうサンドイッチを頼んで、大サイズと小サイズ。値段はそんなに高くない。値段高くない。大で 3.2 ユーロ。むしろめっちゃ安いよ。で、これが 2.2。でこれ飲み物いくらか分かんなかったけど、多分1人1000円はいかないと思う。はい、ということでちょっと幸せなねご飯したいと思います。いただきます。このバラキートは混ぜて飲むらしい。まずねこの層を楽しむらしいから、はい、皆さんよく見ましたか？これ綺麗だね。ほんと可愛いよね、色はさ。めっちゃ可愛い。レモン入ってる。映える。お店の人もね写真撮った方がいいよって言ってたね。で混ぜると。さあ練乳だからめちゃくちゃ甘いんだろうな。匂いもめっちゃシナモンの匂い。シナモンスパイス系だから寒い日にマジいいんじゃないかな。確かにあったまりそう。今ねめちゃくちゃ寒いから。じゃあリキュール大人の。あ、美味しい。美味しい。これはねちびちびいけるわ。いいね、これ。まあまあアルコール強いと思う。そうだね。美味しい、でも。あまずこのビーフ。なんかめっちゃ肉入ってる。香草系が効いてる気がするんだよ。トマトとかレタスとか、なんかチーズもね入ってる。美味しい。続いて、今トルティーヤドハマりしてて、スーパーの惣菜とかも買いまくってる。やばいよ。めちゃくちゃ分厚いオムレツ入ってる。すごい。美味しいね。うまい。スペインのオムレツはじゃがいもが結構メインで入ってるのが特徴かな。食べ応えある。こっちもトマトとチーズとレタス入ってて、あっさり感がプラスされてる。おいしい。ということでこれ食べて、もうちょい観光して宿戻ってっていう感じにしようと思います。じゃあまた後ほど。めっちゃ天気いいの。はい、この通りね、今バス降りて、路線バスはね、なんと輪行袋とか入れなくても乗れるっぽいってことが分かって、実際このまま積むことができたから、ものすごい楽に移動できた。そして今、南部の、ロスクリスティアーノスかなっていう街に来たんだけど、テネリフェ島はね、南部と北部で全然天気が違うって言われるんだけど、本当に南部に来たら北部はずっと雨降ってたのに、こうやって青空が広がってて、今後が楽しみだね。はい、ここね、この海岸線で一番口コミの多いプラヤデラスアメリカスっていうビーチなんだけど、2万件弱。2万件弱の Google マップでの口コミがあって、他のビーチも通過してきたんだけど、いまいち感あるね。スノーチャンネルですから、こちら。人もまばら。普通になんかさ、砂浜がさ、最後白くて綺麗とか言い訳でも。白い砂浜でもなければ、なんなら海っぺりは砂浜ですらない。磯かな、鬼の洗濯屋みたいなのが広がってくからね。ウィギーのお姉ちゃんは何人かいます。そうだね。日光浴してる人は多め。テラスでカフェはめっちゃ良さそう。はい。現場からは以上です。はい、ということでちょっと見晴らしいとこ来たけど、とうとうね、テネリフェ島北部から南部に移動してきて、今軽く乗ってきたとこだけどね、すごいビーチリゾートだったね、海岸線は。で、向こうの方にもね、ちょっと海見えるけど、一方で、こっちにカメラ振るとね、こっちの方は一気に山、ちょっとまだ雲出ちゃってるけど、この海と山が近いテネリフェらしい地形のね、中を走れる場所だなっていうのが第一印象だね。今までいた北部と違うのは、やっぱりこの海岸線沿いがね、ものすごい青空が出てて、こうリゾートっぽいなっていう感じ。もちろんこう長袖着てるぐらい、気温はそんな高くないんだけど、20度ちょいぐらいかな。ただね、やっぱ青空あると気分が違うわ。北部は5日間滞在し、5日間全て雨だったからね。ということで、この南部にもさらに5泊する予定で、ストラバのね、認証セグメントのヘイレっていう登り、
含めてカナリア諸島らしい山岳アタックを楽しみたいなと思ってます。今日も動画のご視聴ありがとうございました。それでは次回のカナリア諸島の旅ヒルクライムでお会いしましょう。さようなら。バイバイ。